はい、今ちょっと緊急で動画もしてるんですけど、急変対応マニュアル、これバージョン3にアップしました。イエーイ。前回までですね、PDF タイプでポケットサイズも公開してたんですけど、HA のアルゴリズムに関するものは、著作権に関わるからですね、使用するなと、クレームが入りまして、削除しました。で、バージョンアップするにあたって、オリジナルのコンテンツとですね、オリジナルの動画、そして画像を加えて、もう今、バージョンアップ3にしてますので、ぜひ見てみてください。LINE に登録していただくと、そこから全部アクセスできるようになってますので、そのコンテンツを見てください。中身はですね、院内で起こりうる心停止のですね、対応を、ステップごとにですね、示してます。なので、ステップ1から5までだった、5までだったかな、あるので、皆さん知識の確認としてやってみてください。それが終わった後も除細動器の使い方とか、あと気管疎化の解除とかのアンビバックバルブマスクのこの使い方の項目があったりとか、どんどんアップデートしていこうかなと思ってますので、ぜひ皆さんこれやってみてください。今の時代もデジタルコンテンツを僕どんどん作るべきだと思ってるので、ぜひいろんな意見ください。ここが見にくい、ここがいいとか、ここがやりにくい、この色が分かりにくいとか、何でもいいので、ぜひですね、専用フォーム作ってるので、ちょっとやってみてください。今後ともですね、急変対マニュアルバージョンアップしていきますので、ぜひ積極的に意見をいただけるとありがたいです。はい、今ちょっと緊急で動画回してるんですけど、エマージェンシーナーシングっていうデジタルコンテンツを作りました。対応と、さらに救急看護ですね、に特化したデジタルのコンテンツを作ったんですね。それが買い切り型の商品にしてまして、一回買っていただくと、ずっと見れる。で、物はどんどんバージョンアップしていくっていうのが、これの強みですね。で、内容なんですけど、さっき言ったように急変対応に関するものと、あと救急看護に関するもの、この辺ってなんかリンクしてるのかなと思いきや、リンクしてるんですね。なので、例えばですね、臨床推論のトレーニングの問題とか、あとは初期対応のトレーニングですね、そういうのをしたりですね、近日中に始まるのが臨床推論シミュレーション。これもオンライン上でですね、Zoom を使って、臨床推論の思考過程をシミュレーションしていくっていうものになるんですけど、こういうのもやっていこうと思ってますので、ぜひ、皆さんですね、有料なんですけど、登録していただいてですね、よろしくお願いいたします。夢のような話です。これ、救急外来に配属された新人、もしくは、急変対応が苦手な人に、これがいいよって言われるぐらいのコンテンツを僕目指していくのに本気で思ってるので、革命を起こします。じゃあ皆さんよろしくお願いします。はい、今ちょっと緊急で動画回してるんですけど、エマージェンシーナーシングっていうデジタルコンテンツを作りました。イエーイ。これですね、何がしたいかというと、デジタルでコンテンツ。そのままじゃないですか。そんな方がいいや。